おはようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をお勧めする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線の設計現場での学びを共有しています。今の時代に必要な設計者としての考え方、設計実務に使えるネタをお話ししています。今日はどこの展開図なのか、すぐ見つけられるための書き方というテーマでお話しします。先日に引き続き展開図の書き方についてのお話です。展開図ってたくさんの壁面を描いていくので、実際どこを描いているのかっていうのが図面の数が多すぎて見つけるのがめちゃくちゃ大変なんですよね。で、描いた本人はすぐ分かるかもしれないけど、現場で職人さんにすぐ聞かれて対応しないといけないね、現場監督さんや現場に来て初めて展開図を見る職人さんっていう方もいらっしゃるので、素早く見つけるために簡単にしておかなきゃいけないってわけです。だって図面探すのにね、時間かかっていては作業時間、職人さんがやる作業の時間が減っていくばかりだから、ここって結構工期にも関係してくるよねってことなんです。なので今日は展開図を素早く見つけられるための書き方を学びます。結論はですね、平面図から書いている展開図の面を見つけやすい図面にしておけばいいということです。なので書き方じゃない、こういう書き方じゃないといけないっていうことはないんですが、僕がね見やすいなって思うのは2つぐらい書き方あるんじゃないかなと思っています。一つ目の書き方なんですが、平面図とは別に展開図の書いてある面を示しておくっていう方法ですね。平面図にこの面は展開図 A だよとか、展開図 B、C、D といったような形で平面図を地図にして目的の展開図を見せるという方法です。これはね、小規模な空間には有効なんですよ。部屋数が多くなって階層もいっぱいあると、この地図自体を作ることが大変になるってことはですね、探すのも大変になるってことなので、小さい空間であればそこまで手間がかからないので、この方法はいいということになります。2つ目が建物の方向ごとに ABCD と決めて展開図 ABCD と伝える方法。どういうことかっていうとですね、平面的に図面上の上は A だよと、右は B だよと、下は C だよ、左は D だよと決めておきます。で、それを平面図に書いておくんですよね。で、その上で展開図にはですね、まず部屋名ごとに展開図を書いていきます。例えばリビングの展開図ですよって書いておいて、ここはリビングなんだって分かるわけですよね。その上で A って書いてあったら上の方だ、リビングの上の面のことを書いてあるんだな、 B であったら右の方だなっていう形で CD と4方向、これがね、いろんな局面だと8方向とかってなったりするかもしれませんが、展開図の場所をそうやって示しておきます。そうすれば平面図を見てですね、リビングの上の方の展開図だからリビングを探して A というところの、図面を探すとリビングの A という図面が、出てくるんですが、そこにもね何種類も出てくるようであれば A、1、A、B、A の2、ごめんなさい、A の3、A の4といったように増やしていけばいいだけです。で、この書き方の欠点としては、先ほどもちょっと話が出ましたが、平面的に局面とか方向が無作為にいっぱいある、建築プランだと見づらくなるということが欠点です。なので、建物規模やプランの形状によって最適な使い方を書いてみてください。今日はどこの展開図なのかすぐに見つけられるようになるためには
その書き方とはというテーマでお話ししました。いかがでしたでしょうか。特にこう書かなきゃいけないというものはありませんが、分かりやすく伝えるためにはどうしたらいいのか分かってもらえたら今日の学びは成功かなと思います。皆さんも展開図を素早く見つけられるように書いてみてください。最後にちょっとだけお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修しました建築知識2月号を小さな飲食店の作り方という雑誌が発刊されてます。去年なんです。2022年なんですお知らせ自体忘れていました。すいません。インテリアデザイナーを目指すのであれば他の本と違ってむちゃくちゃ実践的です。役立ちます。ぜひ買ってみてください。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では非公開の LINE グループに入っていただき、設計者と施工者のやり取りを見て学んで仕事につなげちゃおうという感じでやってます。設計者としての自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値ありなので、ぜひぜひまずは無料公開されている LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。